チキラドムで14です。今回ははぐれメタルの白バです。森のさえずりというわけでね。タイトルとかでもわかるかもしれないですけど、明星杯初日になります。明星杯はね、ルール的にね、予選3試合だったかなが終わった後に動画を出すようにというようなルールが設けられてますので、初日終わった段階ではなく3戦まとめて、これからお届けしようかなと思います。初戦はね、こちら森のさえずりというクランと当たりまして、30対27と無事勝利。明星杯参戦というわけで、なんですけど見てください、これ。多分サムネとかにもなってると思うんですけど、10手で30点獲得というところでね、ノーミスでパーフェクト勝利をすることができました。こちら5人しか攻めず、5人は攻め残すことができたというね、圧倒的展開でございました。今日はね、こちらの初戦の方から、リプレイたくさん見ていこうと思います。というわけで早速やっていきましょう。軽く見てたんですけど、そうだな。順番に行くか、普通に。はい。一番上から見ていきましょう。ガク、クイラバ。でね、終わってからね、うちのメンバーさんに教えてもらって気づいたんですけどね噂によるとはぐれメタルの城防衛援軍まとめに入ってないらしいですねっていうのを聞いて、確認したらね、2箇所しか入ってませんでした。マックスに入ってるとこ知らなかった。普通に知らなかった。終わった後に知りました。援軍入ってなかったです。さあ、そんなこんなありつつ、攻撃の方でね、綺麗に勝てればいいわけですよということで、対策陣はね、あんまりなかったかな。やっぱ、昔のレジェンド陣っていうのが多くて。さあ、取り方も知ってる。配置も多い中、きっちりね、その辺は、レジェンドプロたちが仕留めてくれたわけで。さあ、援軍はラバアイゴレ。これいい当たり方してますね。キングからの援軍ラバアイゴレ引きつつ、キングはキングで相手のヒーローを倒しに行ってくれると。で、それを見てロイヤルチャンピオン追加して、このフィストのね、タゲを、ウォーデンツォとかで取ってもらってロイヤルチャンピオンにダメージが入らない感じ。さあ、フリーズ打つことでクイーンの方とかも触りに行きたいんですけど、ちょっとパピー処理でロイヤルチャンピオン捕まっちゃいましたね。さあ、ロイちゃんブーメランで左サイドカットすることで、真ん中まで伸びなくてもクイーンがこの最強ゾーンに入っていくので、あとはラバルでシングル IT の方。特に今回ラバルっていうところでね、マルチとかじゃないので数で押していける対1クロスもあるっていうところで、ゴリ押しで押していく形になるかな。ボマーなんだけど、本当はタゲ取れればよかったね。さあ、ここ出てきて、バルーンちょい追加して、クロス軍がちょっと重いね。レイジ、トーム。クイーンの方がもうそんなに火力ないのと、クローク、インビジブル残ってるので、ここはもうレイジをラバルに使っちゃおうという判断かな。さあ、ヘイストも使っていきつつ、この辺まで来るとね、結構昔流行ってた配置なんで、その時の感覚で大体こんな感じでやってたみたいな感じで、攻めることも多いと思うんでね、あの時こうしてたはずみたいなのをポッてやる感じで。このクロス軍が結構重いんでね、レイジ使うっていうのはやっぱラバルでも必要かな。僕も結構レイジこっちに回してた記憶があるんで。さあ、そうこうしてるうちに、前回たどり着いてガーサスと。今日はこんな感じで初日を振り返っていこうかなと思います。明星杯の話もちょっとだけしようかな。じゃあ昔のね。結構すごいよね。さあ続けて2番もガクということで、連続ガクですね。これもちょっと前に同じようなタイプの配置が流行りましたよね。ちょっと前っていうかもう、1年ぐらい前なのかな。さあ、逆サイド迫撃潰し、バーバリアンチェックからのシューター投げ込み。シューターなかった時の配置だね、これ。だから、迫撃砲とかちょっとだけ変えたりとかもあるかもしれないけど。刺さってますね、これは。サンジが丸々吹っ飛びそう。さあ、スーパーガーゴイルとアイスゴーレム。ポイズンを置きつつ、レイジちょっと遅かったかな。うわー、耐えていく。さあ、フィスト使ってババタゲ取っていきたかったんですが、あんまりそっちにはいかなかったので、フリーズでリカバリーして、ロイヤルチャンピオンで処理を行って、マルチまではロイちゃん行きたいよ。クロス折れることで、これは内側、マルチの方入ってくれたね。さあ、ブーメラン先打ちしといて、スムーズにマルチまで折り切り。インバルンでそうですね、打ててる。で、ウォールブレーカー中心へ、素晴らしい。これ強い。そのウォールブレーカー強い。
しかもそのトルね、むしろ内側入ってくんないかな。はあ、起動してない。さあ、外周テスラちょっと不穏だが、しっかり入っていく。強。クヒルト強すぎる。ロイヤルチャンピオンもこれで触れますね。さあ、ロイちゃん来てるけど、これどうだろう。ちょっと伸びない。クロック使っちゃってるからね。まあ、初手レイジートーム、ラバルの方に回しつつ、ストライカーもトン巻き込んでるんですけど、ラマに反応してロイヤルチャンピオンが遠征してしまいました。さあ、ヘイストまとめて、シューターが暴れ散らかしてんな。止まんねえわ、これ。さあ、これで最終的に圧倒的全開と。明星杯の参加欄が結構多いみたいですね。デイ1で何クランつったかな。結構多かった。最初60つったんだけど、なんだかんだもっと伸びてった気がして言ってたな、確か。60ちょっとなのかな。いや、結構増えてる。森勝。途中からカウントやめてるかな。どっかで言ってたかなっつ。ちょうど80になりました。そうだよね。80ぐらいあったはずだなと思ったんだけど。ポンタさんがね、運営の方のあれで、80くらいになりましたって言ってます。これからもしかしたらね、増えたりしてるかもしれないけど。80人、10人対戦ですからね、延べ、同じ、なんかね、1人2赤とか出してたり、いろんなクランで出てる人もいると思うけど、800人規模でね、タウンホール14でパッとやってパッと、野良戦、ね、参加してくれるの嬉しいっすよね。すごいなぁ。やっぱり、明星杯を覚えてる人がなんか想像以上に多かったし、明星杯って何ってなる人が結構少ないのがびっくりだったなぁ。YouTube 見てるね、僕の視聴者さんも結構、なるかなって思ったんだよね、正直もっと。何それって。明星杯って何ですかみたいな。あるかなと思ったらなんか懐かしいとか、昔はここで出てましたとか、そういうのが意外と多くて、そうなんだってちょっとびっくりした経験というか、そういう感じでした。嬉しいね。一番なんだろう、日本でクラクラが熱かった時代かなって正直思っちゃうよね、明星杯時代って。ドズルさんとかも現役でやられてて、ケイスケさんとかがね、まだ、ホウ行ってない時代ですよ。ホウ行ってないケイスケさんみんな知ってるかな。その頃ぐらいからね、ケイスケさん動画やってて、僕とかはね、ガチ勢だったんで知ってたんですけど、その頃のケイスケさんってあんまり、なんか今みたいなネタじゃなくて、なんかガチ実況のどっちかっていうと僕に近いスタイルで、ガチ解説みたいな感じでやってたから昔。そういう時代のケイスケさんね。あと、クラちゃん勢がやっぱ強かったね。僕はね、当時ね、YouTube とかで配信できる環境とかね、録画できる環境がなかったんで、昔ってそうだよね。なんかパソコンとかやってがっつりやるか、結構高めのね、いい設備が整ってないと、携帯の画面とか録画できない時代だったから。キヨキヨさんとかね。そういうの考えるとね、いい時代になったなーって感じではありますよね。今結構気軽に携帯1台でも YouTube とかできるし、録画もできるしみたいな感じだから、すごく自然にみんなやりやすくなりましたよね。さあ、ここに来て、初かな、対策陣は。ランチャー垂れ流しつつ、真ん中マルチを目指してるようなウッドランチャーですね。さあ、イーグルプラスでこれクイーンまで取れたらめちゃくちゃ強いんですけど、どうでしょう。さあ、アイゴレが下の方入りつつ、クイーン出てきた。イケキング。届いていく。さ
さあ、ロイヤルチャンピオンは下側6時投石までいけれたらいいなって感じですけど、インビジブルとかも積んでないんで軽くカット、何やんすかな。ラバルもスタートしますね。対策もしっかりされてるので、ロイちゃん処理まで見に行く、これは。いけそうと判断。さあ、ストライカーも追加してロイちゃん処理しきって、うまい。トルネこんなとこにある。さあ、そしてラバル、ダウンホールの方から。いいですね。相越じゃないや。援軍がね、ラバじゃなかったのも見て、ポイズンだけで潰せるっていうところも判断。その辺の判断結構大事になってくるんですけど、クラスのね、どんどんこのヒーローパートからラバルまでのスピード感がね、どんどん速くなってますね。普通の人ってね、ホッサンとかもそうなんだけど、ヒーローパートとラバルパートを別々に分けて、ヒーローパート終わった、さあラバルみたいな感じなんだけど、もう並行して進めていくタイミングがうまいし早いし判断がめちゃくちゃいいから、最終的にヒーローがプラスアルファで仕事をしてくれやすくなるんだよね。さあこの辺がね、トップなんだろう、めちゃくちゃ強い海外のクランと当たった時でもクラウスと星さんとかのその辺の人たちの違いかなって思いますね。ズバ抜けてますよ2人は。スーサイドラバルのヒーローをスーサイドさせないで伸びた方がそりゃ強いんですけど、ただなんか生かすだけだとなんかね雑なあれになっちゃうかもしれないし、その辺がね見極めとかがうまいですね。さあカズハくん、さあ逆サイドウォールブレーカー穴開け、シューターを逆サイド迫撃切ったことでイーグル砲の方まで伸びてくれそうですね。これもそうなんだけど、形としてちょっと前の配置ってやっぱりシューターがなかった時の配置に無理くりシューター用に迫撃砲とかでカバーするみたいな配置が多かったりするんだけど、たまにレジェンドでも出てくるよね、こういう昔流行ったねその配置みたいなやつ。それ無理くりね迫撃砲だけでカバーしてもね、やっぱりその迫撃砲さえ潰してしまえば比較的安全にシューター投げ込めるので、そういうとこしっかり見逃さずに刺していくと刺さりやすいですね。さあキングロイちゃんで9時刺しつつ、12時側はシューターが大暴れ、クイヒーの方はタウンの方へというところで、3点でめちゃめちゃ大暴れしてます。クイーンの方がこの後3時の方に流れてくるじゃないですか。なので3時からラバル、投石とか残ってるんでね、3時からラバルした方がいいように見えるかもしれないんですけど、さあこれロイちゃん延命するか。いいナイスフリーズ。能力残ってるしね、ここは。さあブーメラン放っていきつつ、クイーンの方が相手のクイーンと当たってるのもしっかり見てるので、ここはクローク。さあラバルパートがねちょっとエアスイも吹かれるしふわふわするような形になったんですが、しっかりここでと巻き込みつつ、ウォールブレーカーもねこの隙に差し込んでいって最終投石エリアへ繋いでいって、呪文もたくさんありますね。さあレイジからの呪文がめちゃくちゃあると強い。さあ追いレイジかけてウォールブレーカーもつなぎつつ GG と、最悪ラバルが落ちてもこのままクイーンがね最終区画合流できたよというところで、いろんなタイプの配置がありますね。回廊陣だったり対策陣だったり、対象陣だったり。この明星杯のいいところはね、 X チームとか出てるの知ってます？台湾のね今年最初にゴールデンチケット世界大会出場を決めたクランがね、ディスコのサーバーまで入って参加してるんですけど日本クラン1クランね当たってたんですけど、そんな感じで普段関わり合いのない対戦相手とマッチングでたまたま引く可能性があるっていうのはちょっと面白い要素の一つですよね。これか。これライブで見てたんだけどリカバリーうまかったな。
さあスケルトンを置いてロイヤルチャンピオンの盾にしつつロイヤルチャンピオン差し込み外周部へ。これなんだ巨爆。ここ巨爆ここにあったんか。今の巨爆だよな。これでウォールブレーカー穴開かなかったんですよね。それをインビジブルでキング外周部流れないようにして壁打ちさせるんですよ。これうまいリカバリーだね。からの追いウォールブレーカーでしっかりサイドを切っていく。レジェンドリーグでね回廊系の配置は攻め慣れてるだろうけどこのリカバリーはうまいですね。さあただ苦しいのは変わらないのでフリーズ連打でさあイーグル砲も固めていってタウン起動するんですけどクロークしっかりタウンホールまで残せたのでこれは OK と。さああとはヘイストのみで押していきます。ただでもフリーズがないので結構苦しいですね。ここは追いラバしていってここトーム裏から回収のバルーンも入れていきつつヘイストでゴリ押していかなきゃいけないんですけど範囲ダメージのねものが多いんでね普通にきついですね。さあ囲っていって最後のバルーンはマルチ相手に差し込むためにヘイストまで乗せてウィッと届けていってフィニッシュガーサスとインブでサイドの施設隠してフィストで壁中たげらせてっていうリカバリー。ウォールブレーカーが潰れちゃった後のリカバリーがねこの辺の発想が瞬時にできるのがうまいですね。これうまいね。さあ多分この動画撮ってる時はねまだ初日終わった段階で2日目3日目やってないんだけど動画的には多分続くから変な感じになってるかもな。初日終わって初日しか終わってなくて2日目のマッチングも終わってない段階で撮影してるんでどうなってるかな明星杯。もう動画出す頃にはもう全て分かってると思うんでねどういう形になってるか分かんないですけどうまいね。ここもコントロール多分対空砲の攻撃入ると思ってガゴ一発投げたんだと思うんだけどさあいいホームチェックからのこのクイーンのルート取りうまいな。このコントロールうまい。さあタウンまで行きました。キングをロイちゃんにぶち当たっていく。さあバルーンウィズで AT まで切りたかったが結構しきりにボマーでも刺すんかここ。ロイちゃんになった。さあこれキングキング用のウォールブレーカーもつけてきたが付け根ではなくもう1枚ウォールブレーカー必要ですね。さあソラスケルトン2とロイヤルチャンピオンとクイーンが相当手を取られていますがここでキングが足りないと見てボマーを追加。ロイちゃんの方にヒーラースイッチしちゃったのでクイーンはこれは落ちそうかな。ただロイヒーはそれはそれで強そうではある。さあ初手ストライカーまで巻き込んでトーム打ちつつラバにもトームが入ってます。さあヘイスト走らせて投石機一気に降りつつトーム中にキングの処理ができましたね。さあストライカーがクイーンの方に走ってきてターゲットチェンジ。ロイヤルチャンピオンはまだヒーラーを手に。すごいなソラスケだらけだなこの村。ソラスケめっちゃ多い。さあこれはもうフリーズかインブでロイちゃん延命しつつイードやレイジレベルのもう仕上げのレイジが強すぎる。これ初手にライドラとかでやるレイジ最後になぜかめちゃめちゃ呪文残ってんな。ルート取りが強すぎましたね。いいプランだこれは。ガーサス。さあスミス。
スミスね。うん。おー、ホーミングありましたね。しっかりかわしていきつつ、赤枠もちょっとだけ出つつ、突立。これね、全く同じ配置がね、2つあってね、2つともスミスが落としてくれたんで、ちょっと、1本で割愛させていただきます。ありがとうございました。こっちの方が余力あったはず。さあ、いい感じに援軍を連れて、援軍を処理していくと。最近突ビズなんかタウン投げがやっぱ多いですよね。ホッサンとかも今までっていうか去年の世界大会ぐらいまではタウンホールに突撃艦投げることってほぼなかったんだけど、逆にクラスはタウンホールに投げることが多くて、その辺の比較をねめちゃくちゃ YouTube とかでもやってたんですけど、今は逆にタウンホールに投げることがめちゃくちゃ多いですね。やっぱタウン投げが強いし、さあヒーロー生きてるうちに隣からラバルを巻き込んでいくことで、トームとかにこのキングとかロイヤルチャンピオンがね巻き込めて、結果的にそのロイちゃんだったりキングとかが回収すると、一緒にこれロイちゃんには入ってないんだけど、これねめちゃくちゃ強いね。アイゴレとかもトーム入ってるし、物量が多い。ドラの初手レイジで全てのユニットに、初手トームで全てのユニットにかかるようにみたいなのと同じ理論みたいな。陸オーデン型、クイラバの陸オーデン型と同じような意味合いですかね。クイーンもクロークで回収して、呪文が死ぬほど余っているので、これでフィニッシュと。強い。各呪文が2個ずつ余ってます。さあブーメラン放って、ストライカー回収、フィニッシュ。あ、そうだ、明星杯優勝するとなんか、でも優勝の話とかしてこの後 2,3 日目であれだったら嫌だな。 T シャツもらえるらしいですからね。ガチなデザイナーさんが作ってくれた。欲しいですね。ただね、9日目は同じ配置なので、森勝見て終わりましょう。このアタックがね、最後フィニッシュの一番最後に残ってた配置になります。さあ、選んだ戦術はボマー型だったんですけど、これうまかったの。ここで開けんのかなと思ったら一旦ステイをして、中心部までボマー持ってきて、内側での突じゃないね。ボマーウィズ差し込んで、これシングル IT まで狙いに行ったり、いけるのか、釣れるか、ラバーアイゴレだったので釣れましたって感じか。それは強い。突ウィズは警戒するけど、ボマーウィザードはね、当然警戒してないので、素晴らしい弱点をついたアタック。特にボムターとかあったんで、ここ普通に突撃艦投げるとね、突ビズが死んじゃうんだけど、これうまかったね。もうこの段階で勝負ありみたいな突撃艦が、じゃあボマーがね刺さったね。発想勝ちみたいなところがある今のは。さあキングロイちゃんクイーンを一気にトライデントアタック。さあキングが内側入らないんですけど、ウォールブレーカー2枚無理やり内側に持ってくる。クイーンとキング無理やり内側に連れてきまして、たどり着いて OK と。さあこれマルチまでクイーン、ロイちゃんいけそうか、大丈夫か。来た。インブブーメラン見えてる。どうだインブ。マルチ降りつつ、さあここフリーズをかけてキングを隠してマルチ IT までロイヤルチャンピオンを降り切り、これは素晴らしい。マルチ2本をロイヤルチャンピオンで降り切った形、これうまいな。もう勝負ありですね。これも2回も勝負ありました。さああとは投石固めてストライカーが合流するのを待つと。さあロイヤルチャンクイーンの方からウォーデン殴られ続けてるんですが、ここはストライカー間に合って終了。これも初手が強すぎたね。
なかなかやる機会ないと思うんですけど、ゴマウィズもコントロールすごい大事になってきますが、刺さったらもう刺さった瞬間に発想勝ちみたいな展開作れるから強いね。ガーサス。というわけで本日は明星杯初日終わりまして、パーフェクトゲーム。まあ10手で終わってね、さすがですね。圧倒的展開作れたんじゃないかなと思います。まだね、初日終わった段階で撮ってるんであれなんですけど、結構他のクラの対戦もすごい盛り上がってますし、うちのメンバーさんもね、明星杯出て、ボンクラ引いてベビドラもらうんだとか言ってたりとか、結構最後までわからない手に汗握るような対戦を楽しんでて、なんか昔の対戦の良さみたいなのが出てきたかな。最近野良戦で熱いみたいなことなんてここ何年かなかったし、野良戦を用いた何かみたいなのは一切なかったし、逆に今野良戦やってる人ってオルンレベルの感じになっちゃってるから、僕らからすると、大会出てる勢からするとほぼ全てがね、対戦相手はフレンドリーマッチで決まってみたいな感じなので、そういうの考えるとね、昔のクラクラの野良対戦の良さみたいなのは出たかな。対戦相手も決まってないしね、回してみないとわかんないし、対戦相手とマッチングするかどうかもわかんないしね。というわけで、明星杯初日でした。普段のね、通常のクイーンウォーカーズの対戦と合わせて別に動画上げてると思いますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今回こんな感じだと思います。ということで、またお会いしましょう。